はい、TBR のタケです。サムネを見て、あれ？どこのチャンネル？って思いましたよね。今回は RX7 の動画じゃないんです。身内の話で申し訳ありませんが、私の親父が夏の終わりに免許返納したんですね。理由は人様に迷惑のかけないうちにということと、体力・意欲の衰えです。ところが免許返納しましたが、車はそばに置いておきたいというわがままな親父でございます。年式は2003年アウディ TT クワトロ 1.8 リッターターボ。今から20年前の車で母に頼み込んで買ったスポーツカーです。ところが先日、その父がいきなり私に怒るのです。どうして天井の皮をめくるのよ。はぁ？いや、俺は知らんし、俺じゃないって。そして車を見てみると、こんな感じで天井の生地が頭につくではありませんか。父の誤解を解くには YouTube の事例を見せるしかありませんでした。また誤解が解けた後の父の一言もすごい。1万円出すから直してくれ。はぁ？結局親父との話し合いで、任意保険と車検は年金で出すということで和平合意しました。今回は内装全般、屋根の天井に続き不快な気持ちになる内装のネチャネチャ。欧州車に多いですよね。それと本革シートの汚れ落としの3部作でお届けしたいと思います。ではスタートします。まずは天井の布だれからいきます。一番に外すのはバイザーや室内灯だと思います。内装関係の作業は優しく心穏やかにと自分に言い聞かせます。ちなみにバイザーはプラスドライバーですぐ外れます。配線のコネクターはありますけどね。ネジはテープで紛失防止。バイザーの留め金具はテコの要領でちょっと力を入れて、ここについていたルーバーみたいのは布の重さで外れていました。ルームスイッチはどうやって取るのかな。とりあえずクリアカバーから。結局答えはここでしたね。なかなか外れませんでした。ではここからは心穏やかではありませんが、ライブだと思って見てください。怖いな。怖いわ。取れた。よし、このままにしとこう。大丈夫。よし、この音が、いや怖いね、音が。よし、このままこれ以上外さんがやめとこう。外れかな、ほんで。怖いね。なんか止まっとるな、ここらへん。これがわからんな。ちょっと一回休憩。取れた。クリップやな。クリップか。もう一個俺どっかにある。ここだ。ほら、これだねかよ。いきます。怖いけどここだ。間違いない。あれ、ほら取れた。今度1、2、3つ。これ下落とそうか。一回座席をあれして。こんにちは。何してるんですか。はい、見えました。1、2、3個ね。3個間違いないね。取れた。取れた。ちょっとおいで。だから後ろバックドア開けてくれ。どう？いいよ。どっか傷つかん？大丈夫。どこもぶつかってないね。ここは挟まっとるけど、斜めにして。ここ危ないから。ここのギザギザ。ここ危ないから。取れました。はい。ふかふか。では外した天井の皮じゃなくて布ですね。この布を剥がしていきます。端っこの方はかろうじて接着されていますが、一番重みのかかる真ん中は接着感ゼロです。
そして布はすごく薄いです。その薄い布に約 2,3 ミリぐらいのクッション性のものが合わさっています。手でこすっただけで剥がれていきます。これは大変だな。ここはボロボロちゃう。布に接着剤かスポンジに接着剤か、どっちに塗っているのでしょうか。そしていいものを思いつきました。これです。これはナイスアイデアでした。仕事が早い。裏面のヘリの部分は布を折り返すので念入りに除去します。これはバイザー灯の外れた金具を修復しておきます。これも修復。ボディと天井の間に隙間を作ってあるみたい。多分熱対策ではないかと思ってます。言うの忘れてたけど、この天井いつまでたっても湿っぽい。なので天日干し。ではバラしが終わったので生地を貼っていきます。今回の貼る生地はネットで買ったスエード調です。調ですよ。裏面にはメイドインコリアと記載してあります。この生地は糊が初めから付着していて、おまけに伸びるそうです。意外と値段も安い。 RX7 の時はシートにも使える分厚い生地を使って一苦労して失敗までしました。もし助言をさせていただけるのでしたら、プロの内装屋さんに天井に貼りたいんですけどとお問い合わせをして、伸びて貼りやすくて高級感のあるものを必要な寸法だけ用意してもいいかなと思います。 YouTube でも見かけましたよ。今回はボンド不要ということで試してみたかったんです。作業に戻ります。ただ貼ればいいと思っていた布ですが、アウディの天井の手触りがちょっと心配。そこで下準備として、この状態のまま貼ると接着力が弱いので、下地としてこれを塗りました。スーパー G スプレー Z。 例えば布にセロハンテープを貼ってもすぐ剥がれますよね。天井にプライマーの役割をもたらせます。私の相棒の提案です。今回は相棒がいないので、代わりに息子をこき使います。これがプライマーの役割を持たせた天井です。ちょっと光沢ありますよね。 TT の場合115センチしか使いません。ステーションワゴンなら2メートルちょっとですかね。はい、では貼っていきます。尺が長いので3倍速でいきます。合計40秒。凹凸がある前側からスタートします。ここからだけめくってくれ。ここから2人での作業をおすすめします。はい、ここ大事です。ここです。破けんよね。破けん。すごい接着力です。これこっち置いて、ここ切ったら合わせてくれ。ちょっと待ってるよ。押し付けてくれ。引っ張っていいの？ああ、いいよ、引っ張って。裏面の折り返し部分です。はい、40秒間ありがとうございました。裏の折り返し部分は取り付けの際にめくれないようにボンドを塗っておきます。ここでこの生地の強度をお見せします。ちょっと新品のカッターね、これ切ったばっかりのカッター。意外とほら、意外と硬い。意外と強い。室内灯のユニットが入る部分は念入りに折り返し、段のくぼみにきっちり接着しておきます。で、ここの溝ね。
この溝。この後の2部作目で紹介しますが、このフィンみたいのもネチャネチャです。この後サラサラにしますので、ぜひ見てくださいね。これ以上切ったら。綺麗にいけるか。だってシワ入ったみたいもん。はい、カメラ越しに。カメラ越しに、シワ入って見えるから。これから取り付けに入りますが、このクリップアウディさんで買ってきたんです。これがボディから外れない時があるんです。ペンチで引っこ抜きますが、形が崩れるので4つぐらいは用意した方がいいと思います。これが取り付け前の状態です。息子に対してエキサイティングな取り付け映像、言動に聞こえるかもしれません。ご了承くださいませ。では始めます。こっちゃった。もともとドジな人間です。そこ。お前の右手、そこ中入れて。そこ。そう。ちょっと待って、これペンチで取らんと。この金が。ここにもついてるよ。だからそれと、ここから見たら丸見やわ。ここ。わあ、すごい見える。クリップ1、2、3ついとるね。クリップ、やりにくい。入りました。入った。ゴムを外。入ってもいいがやけど。入った。入った。はい。ここちょっと違う。ほんで、これが、どっちじゃ、こうか。こっちか。よし。よし、行こう。よし、その真ん中中腹、思いっきり叩いてくれ。そこじゃない。もうちょっと下。さっきと一緒のとこパンチしたところ。よし、入って、いいよ、入った。その音は絶対入った。よし。入ってる。いや、来る。夜になってきたから見えんわ。ここ入った。入った。穴合わせるよ、クリップと。4つあっから。もう叩くだけ？よし、叩くよ。よし。よいしょ。よし。ピコ。はい、ありがとうございました。2部作目、内装ネチャネチャ編。欧州車の内装ってどうして年月が経つとネチャネチャになるんでしょう。 TT の場合、幸運なことにダッシュボードはネチャネチャになりませんでした。ダッシュボードが鳴ってしまうと大変大掛かりな作業になります。 TT のネチャネチャ箇所はどこかと言いますと、センターコンソール、ここは全滅。あとはドアを開ける時のドアハンドルです。ではこのドアップ画像を見てください。このコンソール、よく見ると傷になって見えますが、これは傷ではないんです。樹脂パーツの表面の膜がただれているんです。皆さんがご存知の加水分解ってやつらしいです。この膜が溶けてネチャネチャになっています。先ほど言いましたドアハンドルです。加水分解してるところとしてないところがあります。特にこっち側、特にここの下の方は一番ネチャネチャしています。そこで YouTube でもおなじみエタノール4種類、エタノール含有量、含有率が違うみたい。一番右の無水エタノールはなんと 99.5% 以上です。効きそうですね。まずは 80% の消毒用エタノールから試します。すぐ蒸発します。やっぱ取れる。これもいけるな。やっぱ取れるな、これも。
ねちゃねちゃはなくなりましたが、見栄えが悪いですよね。まあ、あれがありますから、無水エタノール 99.5 いきます。あれ、あんまりなんか変わりませんね。おかしい。加水分解されてないところがなかなか落ちません。お使いになられるときは目立たないところで試してください。自己責任でお願いします。では悔しいですが、ドアハンドルを外して私流の秘密兵器を使います。大丈夫です。一回経験がありますから。引っ張ってダメなら回してみなということで、反時計回り。外して分かりましたが、ここに穴がありました。普通に外れましたが、アウディオーナーさんはここに爪楊枝などを入れて回してください。では見えてるボルトを抜いていきます。ドアの内張りを外すときは前上げで外れます。そもそもドアハンドル外すのにドアの内張り外さないといけないの？大掛かりなことになります。ここはドアハンドル上部の固定しているボルト、もちろんドアのワイヤーと配線を外して取りました。そしてこの柔らかいカバーを半分めくりました。ちなみにここのボルトを外してもドアハンドルは外れないんです。ドアハンドルの裏にパワーウィンドウスイッチがあります。ここが引っかかって外れません。外車はややこしい。ちょうどこの部分にパワーウィンドウスイッチが隠れています。この部分だけカバーを切るのもいい考えだと思います。はーい、見てくださいね。スイッチボディ全部外したらダメですよ。超面倒なことになりますからね。スイッチだけ外してください。スイッチボディは内張りにつけたままで。これも外すのに硬いですけど、こんな風にスイッチだけ外れますからね。私からの注意事項でした。これロックね、ロック。うん。これもう取ったから、もうほんでここにスイッチないからもうペロンだと。わあ、すぐ取れた。あれ取れ取れた。わあ、取れたわ。どうせここも洗おう。ではネチャネチャを除去していきます。天井のルーバーというかフィンから始めます。私の秘密兵器とは実はマジックリンなんです。素手で作業していると指紋が薄くなるような強さです。先ほどのドアハンドルです。1分間つけ置きです。パワーウィンドウのスイッチもネチャネチャなので除去します。だいぶ黒なってきたのほら、この泡が。ほらもう黒なってきたもん。ほら。これが加水分解。ほらもう黒いよ、ほら。ほら。もう黒いやろ。ほらもう見てみな、ほら。ほらもう真っ黒。センターコンソールは面積が多すぎます。室内で除去すると恐ろしいことになるので、シートを外して作業します。そして外でするか家の中でするか非常に悩みましたが、台所で段ボールを敷きました。ここの白いイラストの部分は絶対にマジックリンをかけてはダメです。このマークが消えてしまいます。ここはネチャネチャリムーバーを使うかマスキングするかのどちらかです。ちょっと遠回りさせてください。これはベンツの V クラスです。グレーの内装でもマジックリンしました。ここのパネルもしました。エアコンの吹き出し口のフィンもやりました。しかしシフトチェンジの表示がしてあるパネル、新品ですよね。ここです。マジックリンで消してしまったんです。そうなんです。経験談なんです。えらい出費でした。はい、センターコンソールに全体的に吹き付けています。
面積も広いし、エタノールぐらいでは表面しか落ちませんでした。膜が厚いというか、塗りが頑固と言いましょうか。マジックリン一択だと思いました。本当はエタノールでこんなに綺麗になりましたという動画にするつもりが、どんどん深みにはまってしまいました。なのでここは仕上がりを求める動画にしたいと思います。たわしの先端で表面の凹凸の奥まで除去します。では布で一回拭き取ってみます。はい、では全体を見てください。こんなに厚い膜がボロボロ剥がれていきます。言い忘れましたが、マジックリンをした後は必ず水洗いをします。素材を傷めてしまいます。アウディのネチャネチャは手強い。結局マジックリンプラスサンドペーパーで一皮落としました。パワーウィンドウのスイッチも超頑固。なので艶消しブラックで塗装いたします。薄く5、6回に分けて塗りました。撮影しながらの吹き付けは難しい。では塗装後の出来栄えを見てください。はい、ありがとうございました。せっかくドアの内装を外したので、もう2箇所作業をしたいと思います。これです。内装の生地が剥がれかかってたんです。ボンドをつけてクリップで一晩放置。見えにくいところですが気になりました。生地が硬化しています。2箇所目はこれです。20年分の手垢というか汚れ。これはまだ大したことはありません。最後にもっと汚い汚れをお見せします。とりあえずちょっと見てください。ここが境目ですね。はい、すっかり忘れてました。先ほどのセンターコンソール、ポケットの扉部分です。カードなどを入れるとこですね。白文字はマジックリンを使っていません。ここだけネチャネチャリムーバーを使っています。ではドアップで違いをお見せしますね。はい、左側が激しい加水分解ですね。専門的なことはわかりませんが、樹脂に保護剤を塗ってあるのは確かです。その保護剤が溶けて水分を含んだ表面が傷になって見えます。ではきれいになったドアハンドルとパワーウィンドウスイッチを組んでいきます。ドアハンドルの裏のボルトも閉めます。はい、ここです。私みたいにパワーウィンドウのスイッチのユニットまで外したらダメですよ。恐ろしいことになりますからね。ここの位置でちょっとカバーに切れ目を入れて配線を外してスイッチだけ外してくださいね。もう一度見せます。これを外したらダメ。スイッチだけです。ちなみにカバーはボンドでついていますが、ゆっくり外せばまたくっつきます。はい、パワーウィンドウスイッチが無事丸い筒状に格納されました。では最後の3部作目いきますね。お題は本革シートの汚れ。これは日本車、欧州車関係ありません。私、靴を洗うのが好きなんですね。薬屋さんでなんかいい石鹸ないかなって店員さんに聞いたところ、歌丸石鹸とブルーキーが汚れが落ちるって教えてもらったんですね。そこで落ちそうなパッケージのブルーキーにしたんです。ブルーキーをつけてブラシでちょっと強く洗おうもんなら、スニーカーの
白色の表面まで剥がれそうな勢いなんです。そのブルーキーを本革シートで使ってみたところ、これがびっくりするぐらい落ちるんです。歯ブラシで強くこすろうもんなら怖いぐらいです。なので指に力を入れない、歯ブラシの先端で優しくさっさっさーで十分です。糸が黒なるのよね。ほら、軽く軽く縦縦横横縦縦横横いきますよ。いくね。はいはいどう？ここね、まあここら辺やるからちょっと。ちなみに独り言ではありませんよ。喋ってもらえないだけです。この皿の中はただの水です。その前にこのシートがここまで汚くなるのは、うちの親父汚いズボンで運転するんですよ。大事にはしてたみたいですけど、雑というか掃除の仕方も知らない。縦縦横横縦縦横横いきます。いきますよ。いくよ、はいはいどうぞ。ほらどう、はいほら全然違う、はい、一番汚いお尻部分です。皮のひび割れしている溝に汚れが入り込んでいます。歯ブラシの先端を信じましょう。シート全体がきれいになったら、艶出しの保護剤ですね。保護剤で何かいいのがありましたらまた教えてください。今回は天井が落ちた編、内装ネチャネチャ編、革張りシートの汚れ編、この3部作で紹介しました。無水エタノールやマジックリー、ブルーキーなどはあまり目立たない箇所でお確かめください。また何回も言いますが、自己責任でお願いします。ごめんなさい。ブルーキーは洗浄力があるので、優しくさっさっさーですよ。では最後に今回のかかった費用を記載して終わりたいと思います。では長々とご視聴本当にありがとうございます。今度は RX7 でお会いしましょう。さようなら。親父乗せて病院の送り迎えか。大変だ。